切り金作家になります。やっぱり切り金っていうのはそのものを引き立てる装飾のお仕事ですので、バランス、そういうのを考えるっていうのが大事なのかなというふうに思います。切り金っていうのはですね、金箔やプラチナ箔を数枚焼き合わせて厚みを持たせたものを、竹で作った刀で細く切って、それを筆で一本一本貼りつないで文様を作っていくという技法になります。金箔って1枚では1万分の1ミリぐらいって言われてまして、光が透けるほど薄いものなんですね。大変1枚では扱いがしづらいので、だいたい4枚から6枚ほどに焼き合わせて使います。でそれに1枚ずつ加えていって6枚ほどの厚さにして使います。焼き合わせた箔を今度は鹿の皮で作った台の上に乗せまして、その上に金箔を置いて一本一本竹で作った刀で切っていきます。そうですね、太さはその貼るものの対象によっていろいろと太さを変えるんですけれども、細いものは髪の毛よりも細いっていうそういう表現がされるほど細いものも切りますね。その切った髪の毛ぐらい細いものを模様にしていくんですか？そうですね、はい。それはどういった片一方の手に持った筆でその箔の端を巻き取って持ち上げます。でもう片方の筆に、接着剤に革と布のりを合わせたのりを接着剤として使うんですけど、その筆に箔のその垂らした端を取って、で貼りたいところに持っていって、で箔を導くように貼りながら、つけていくっていう。
昔からの伝統的な文様であったりとか、そこから自分の創意を加えてデザインをしていったりとか、そういうものをいろいろと作りながらやってます。一つのものを集中してするのではなくて、いくつかの作品を並行しながらやっていくんです。なんで一つのものがどれぐらいかかるかっていうのをよく聞かれるんですけど、なかなか自分でも分からなくて、こういう大きい作品だと、半年ぐらいかけてやるものもありますし、もっとかけてするっていうのもあります。そうですね、学生の時にですね、母の仕事の少しずつ彩色からお手伝いをするようになって、でそこから少しずつ箔も触らせてもらうようになったっていう感じなんですけど、大体それが19ぐらいですかね。小さい時から、その両親が仕事をするところを見て育ってきましたので、見ていて、自分には絶対できない仕事だなというふうには思ってたんですけど、そういう中で学生の時から少しずつやらせてもらうようになって、絶対自分ではできないと思ってたことが少しずつ時間をかければできるっていう、できたっていうのがすごく嬉しくて、でもやりだすとだんだんとのめり込んで自分もやりたいと思うようになったんですけれど。よく見てよく考えてやりなさいっていうふうなことをずっと言われてきました。何とか近づきたいと思うんですけれども、やっぱりなんて言うんでしょう、やればやるほど背中が遠くなると言いますかなかなか追いつけないなというふうには思います。まだまだ勉強中ですね。やっぱり切り金っていうのはそのものを引き立てる装飾のお仕事ですので、切り金だけが目立ってしまってもいけないですし、そういう意味もそういうこともありますね。そういうバランス、そういうのを考えるというのが大事なのかなというふうに思います。やっぱり切り金を入れることによってそのご仏像であったりとか、この箱であったり香合であったり、それがより美しくなるっていうことが大事なので、はい、やっぱり調和は大事だなと思ってます。切り金、平安時代とか鎌倉時代にも大変隆盛を極めて美しいものがたくさん残ってるんですけれども、その後だんだんと衰退してきてるんですね。本当に戦後は途絶えてしまったとまで言われたような技法なんですけれども、その中でも細々と受け継がれてきたっていう技法なんです。それが今少しずつ携わる人も増えてきたっていうこともあるんですけれども、やはりずっと長い歴史の中で伝わってきたこの技法を平成とか令和の時代の表現っていうのも加えて、それを次につないでいかないといけないなというふうに思ってます。またそれが新しい切り金の可能性を開くっていうことにもなるかと思いますので、また今後よりいろんなものの展開もしていきたいなというふうに思ってます。やはり私は京都に生まれ育ったので、海っていうものがすごく遠い存在だったんですよね。20年前に福岡に引っ越してきて、海がすごく近くにあるっていうのがやはり喜びでした。で今愛宕浜の海のすぐ近くで工房を構えて制作をさせていただいてるんですけれども、本当に歩いて数分で海に出ることができて、
で毎日こう歩きながら砂浜を歩きながらこう海の風景また遠くに見える能古の島であったり鹿の島も見えるんですけども、そういう風景見てるとすごく美しいですし、また海も日によってこう波の形が変わったりとか海の色が変わったり水の色が変わったり、本当にいろんな変化があるんですよね。そういう意味ですごくこう自然から作品のインスピレーションをもらうことも多いですし、本当にいいところで制作をさせてもらってるなというふうに思います。